昭和24年に種をまきまして育てた茶園が最初で、私が3代目で父の指揮により42年に引き継いだんですけど、2、3年して遷園して、全部の茶園が遷園化したということで、岡田線という鉄道ですね、の用地に収容されるということで、48年に収容されまして、その代替地ということで、先祖が苦労して、畑にし茶園にしたということで、それをなくさないということと、それを、糧にしてですね、規模拡大をしようということで、下山の県営農地造成事業のこの補助をですね、入手いたしました。新しいところに、茶園を植えまして、取り組んだということです。まだ20代でしたからイケイケという感じで進めてきたんですけどね。だから当初はね、痩せてるからその木は大きくならないし、冬の寒さでかなりのお茶が枯れてしまってね、5年くらい同じところ何遍でも植えたりして、これは要するに土壌改善というか、土をちょっと少し肥沃にせねばダメだろうということで、山間地ですから周囲にその畜産の人やらで、その堆肥だけでは足らないから、木材工場からその木のチップですねをいただいてきて、それを大量に投入して、土壌を改良しながら、だからになるのにはね十数年かかりましたね。そのゆっくり伸びてきたこともあってか、今40数年の状態でとても状態がいいです。ずっと見てきている父が、去年でも過去で一番状態がいいと言っていましたので、やはりゆっくり育ってきたことにより寿命もかなり伸びているのかなと、そういうふうに思っております。標高650メートルですね。日本の中で、集団的にお茶が栽培されている中では、最も標高が高いです。なぜこんなところでやっているかと言いますと、冬の寒さで害虫が越冬できないことを利用した農薬を使用しない栽培、それに取り組みたかったからですが、いざ植えてみましたところ、この寒暖の差ですね、冬は零下10度以下に下がるこの寒さ、そして、夏は30度以上の暑さ、この寒暖の差が、植物にいいストレスを与えて品質がとても良くなることが分かりました。朝お茶入れと思ってポットの線抜いて出てこないな、あれと思ったのね、ポットの中がね。それから味噌汁はね凍ってね、シャーベット、マイナス13度になると、でやっぱりバスっていうのはね、外気と内気とねほぼ一緒で、あるもの全部切らないととても一晩過ごせない。お茶の代表的な品種はやぶきたっていうので、現在でも日本の約 50% はそれだと言われてますけど、当時はそれ新しく植えるのは大半それでしたけどが、茶の品質を求めて新しい品種という導入もあったんですけど、ここに対してはその寒さをどうするかということで、たまたま住まいの方のところでお茶の苗を作ってたところがありまして、そこにあった苗をその中で偶然その寒さに強い今ここでは一番多くなってますけど細影という品種なんですけど、あまり全国的には定評がないんですけど、それが寒さが強いという体型の品種でして、それを2年目にですね 55R に植えたんですけど、で比較的生育遅いんですけど遷園化したら非常に安定していますので、その後2倍くらいに増やしましたけどが、肥料には特にこだわっていまして、落花生ガスで窒素肥料は中心になっているんですけど、世の中に多く流出している、ノルマルヘキサン抽出のものではなくて、圧搾製法ですね、ぎゅっと絞った昔ながらの製法の落花生ガス、
それを使っています。そっちの方が高いんですけど、そこはこだわって、やはり薬剤を使ったものというのは畑に入れたくないですので使っています。次は、畑の周りに生えたものを、刈り取って束ねておいて一冬寝かせて、それから畑に入れてます。その土がふかふかなのは暖流構造といって、肥料がとてもつきやすいいい状態なんですけど、ススキは特にその分解成分がふかふかになりやすいので、大変ですけどススキを入れてます。天茶では第1番の日本の有機認定のね、はい、ということはまあ当然その、有機ジャスになれば一番最初の認定ということですね。はい、審査の厳しいですね。ドイツを中心としたヨーロッパの求める最高レベルのものを取り入れながら、なおかつ品質的には国内でトップレベルの方が作っているような茶を作りたい、そういう取り組みですね、をやっておるわけでございます。